雑談です。木ドラです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかな、もう忘れちゃって、寝たらね忘れるんですよ、大体のことはね。都合の悪いこと都合の悪いことから順番に忘れるで、何をしてた、都合の悪いことしかしてなかったのかっていう話かってね。まあ作業を進めておりまして、それもなかなか進まなくて参っちゃってね。参っておりましたわね。でですね、それからあれですよ、トウモロコシをいただきましてね。毎年ね、トウモロコシやいろんな桃とかね、送っていただける方がいましてね、去年のお礼がまだできてないんで、今年のお礼と一緒にまた絵を描いて送りたいと思います。それは時間を見つけてねっていう言い方はあれですけども、必ず1枚はもう描けているんでね、あと2枚描いて送りたいと思います。本当にありがとうございましたっていうところと、まあそうですね、作業してなっておりました。だってアフターエフェクトというソフトを使ってるんですけど、あれがね、バージョンアップするたんびに、僕がこれまで楽ね、次同じようなことをしようとした時に楽にできるようになんていうプリセットをね、いろいろ作って保存してるんですけど、バージョンが上がるごとにそのプリセットがもうなかったことにされるんですよね。だからこれほんと参っちゃうんで、古いやつで開けないでしょ。勝手に何ですか、ネットでつながって勝手にバージョンアップされちゃって、それで参っちゃって、そこでもうやる気をなくすよね。それでやる気をなくすよね。まあそんな言い訳をしながらうなっておりましたわ。で行きましょうかね。見ましたです。待って、その前に見ましたもあるんですけど、ラジオね、いろいろあったんであれですけど、ナイツのラジオショーで先日の朝やんのことも話しておりましたけども、本当に僕はずっとね、本当毎日のようにナイツザラジオショーを聞いておりますんでね、そのことを花輪さん、あとあれですよ、上石寺ラジオもちゃんと聞いてますからね。そのことをちゃんとお伝えできたのはちょっと嬉しかったですね。で、まあそのナイツザラジオショーでも、お話があったのと、その夜中深夜に今度は古舘さんゲストで、スピークイージーというね、ラジオ水道橋博士さんが出てやっておりましたけど、そこでも古舘さん会の回想というかね、朝やんの残りとか消化しきれなかったところとか、実はここがこうだったみたいな話をされてましたんで、またラジコでもね、どちらも聞けますんで、ぜひ聞いてみてください。古舘さんの育った滝野川ですか。滝野川北区の滝野川6丁目あたりですね。あそこに博士さんに誘われて銭湯行ってきて、本当に45度のめちゃくちゃ熱いお湯は経験してほんと入れないよ。もうね、膝まで浸かるで精一杯で、それを頑張って肩まで浸かろうと思ったけど、僕は無理でしたね。博士は頑張って使ってましたけど、あれは無理だわってね思いました。熱いお湯平気なんですけどね、42度までだなーって思いながら、ぜひ滝野川にあります稲荷湯ね、45度のめちゃくちゃ熱いお湯がありますんで、あれはぜひね、頑張るマンやってた博士ですら値を上げてましたから、あれは本当に熱いですよね。でラジオを聞いたら、江戸っ子なんでね、パッとね、チンチンに熱いお湯にさっと使ってさっと出るみたいなのが粋だみたいなことは話されておりましたけども、ぜひね巡ってみてはどうでしょうかってところで
あれですよ、見ましたですよ。僕もね、これTVer で気づいたんですけども、これまたテレ東ですわ。ね、テレ東、しかも、飯テロ、深夜の飯テロ番組。お耳に合いましたらという、ポッドキャストを始めるというね、主人公のこれは、何さんでした元乃木坂の方らしいですけども、伊藤まりかさんが、主人公で、ラジオが好きで、いろんなラジオを聞いてて、漬物メーカーの社員で、ラジオが好きでってみたいなところで始まるんで、いきなりね、オープニング寝起きのシーンから始まるんですけど、そこで着てる T シャツが幻民の T シャツなんですよ。だから東野さんがやってた幻ラジオ、今は ABC で本物ラジオってやってるんですけど、その前身 YouTube で東野さんが一人でやってた幻ラジオのグッズ、幻民の T シャツを着てるんです。そこでもう誰もが食いつくよね、そんなものね、なあと思って。で、始まってみたら、そういったラジオが好きで、吉田照美さんのね、ラジオが流れてきたりして、やっておるんですけど、これなかなか面白くてね、発言ができないけども、なんか私、会議でね、会社の会議で発言ができないっつって責められるというかね、こう落ち込むんですけど、同僚に、好きなものを喋り出すともう止まらないみたいな。で、何が好きかって、チェーン飯。なんつってたかな。チェーン店の飯が好き。僕もね、チェーン店をバカにしてないんですよ。食レポをね、ゾンビ田中って YouTube でAR のゾンビ田中を使ってね、チェーン店だけの食レポをね、食レポと言いながらレポートしないっていうやつをいくつか上げてるんですけども、飽きちゃってもうね、取りためてはいるんですけど、全然上げてないのがあるんですけど、そんなことやってチェーン店が好きでみたいなことで、この主人公の方もこうチェーン店のね、どこどこのあれが美味しいみたいなことを話すんですけど、でそれをこうポッドキャストでやってみたら、ラジオやってみたらみたいな、でポッドキャストやってみたらっていうところから始まるんですけども、でその1回目あれは松屋のカレー牛ね、牛丼のあれにカレーをかけた、あれうまいんですよ。ただね、若くないとあれしんどいねっていうか、うまいんですけど、それの話をしてポッドキャスト始めるっていうのが1話で、ね、これなかなかなんですか、深夜の飯テロね、こういわゆるなんていうんですか、高級店であったり、街のちょっとね、そこまで行かないと食べれないっていうものじゃなくて、本当にどこにでもあるようなチェーン店の、食レポというかね、の素晴らしさをこう語るみたいな番組を始めるんですけども、これが本当に面白くて、で、脚本がね、あれですよ、マンボウヤシロさんなんですね。だから、本当に面白い。しかもね、でまたテレ東でしょ、これまた何ですか、孤独のグルメのね、女版じゃないのかって言われた昨日か一昨日に話した番組に続いて、また深夜の飯テロ、もうね、テレ東といえばもうあれですか、深夜に飯テロを起こすチャンネルと言っても過言ではないんじゃないでしょうかね、っていうぐらいこうまたね、チェーン店で、しかもテイクアウトでの絵でしたけども、それでもやっぱりね、丁寧に撮られているね。それはさすがにあれですよ、孤独のグルメで培った技術が、技術さんが同じかどうかは知りませんけどもね、共有されてるんでしょうね。こんなものをね、テレ東で流せるかとね、深夜の飯とでこんなまずそうに映した絵は流せるかって、そう教授を感じますよね。全然感じないですけどみたいなことがあって、これはなかなか面白い。あとオープニングはね、こうミニチュアでね、なんかいろいろ作ってるのがこれなかなか面白くて、細部にわたって面白いね、番組が始まりましたね。BS テレ東で火曜日やってんのか、地上波では毎週木曜日深夜0時30分ですわね。これぜひ
見てください。あとね、同僚の人の情報が全く出てこないんですよ。こう不思議なことにとか。間違えた、俺。検索間違えたわ。役名で検索してたから、それは出てこないわ。あれですね。井桁弘恵さんっていうんですか？井桁弘恵さんね。何の人だ？ちょっと今検索しよう。もう時間がないから。井桁、そら出てこない。なんか、あれ、でも、写真は出てくるけども、ね。これでどうだ？これで出てくるわね。出てきた。よいしょ。身長高いんだね。170もあるんだって。井桁弘恵さんは、福岡出身の日本の女優、ファッションモデル、グラビアアイドル。福岡出身。ボックスコーポレーションだそうで、早稲田ですわ。早稲田の人間科学部卒というね。2月3日だ。もう一人の、主役の子は伊藤まりかさんですが、この方も2月20日生まれでしたね。2月3日っつったらあれですよ。誰だ？ザコシじゃないわ。ザコシは13でしょ。だから次長課長の井上くんかな？キリンの川島かな？井上くんか。井上くんと一緒だ、きっと。ね。そうなんですね。じゃあ水亀座だ。ね。キリンの川島くんもこの辺だったよね。4日だったかな？いつだったかな？なんか近いんだよ。なるほどね。仮面ライダーに出ていた。なるほど。ね、面白い。全力坂もやっとるんだ。ね。田園調布5丁目の坂を走ったそうです。なるほど。ね。そら役名で検索したら出てこないわ。ね、面白いまたドラマ、またテレ東始まりましたんで、ぜひTVer で見れますし、それからパラビは入ってないんであれですけども、面白い。マンボウヤシロさん、さすが、脚本、といった感じで始まっておりますので、ぜひチェックしてみてくださいと。ならない気がしまった。今日はあれをつけていなかった。まあいいかね。はい。といったところで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。